はい、どうも、キリオです。いつもご視聴ありがとうございます。今回の動画は、おじさんが以前メインで使っていたフレアプロ2についてちょっと動画を撮ってみたいと思います。このフレアプロ2、おじさんがエスプレッソを勉強しだしたきっかけとなったマシンです。で、今でもフレア58がね、メインになってからは、登場頻度は少なくなってますけど、今でも大切に使ってます。ほんとね、レバー式エスプレッソマシンのいいところがギュッと詰まったというかね、ある意味、ダイレクト感がフレア58よりも強かったりするし、きちんとね、予熱を行ってしっかり抽出できたエスプレッソなら、フレア58で失敗して出したエスプレッソより全然美味しいですしね。今でも、第一線を張れるエスプレッソマシンだとおじさんは思ってます。で、去年かな、フレアプロ2からフレアプロ3へと進化しました。だからプロ2は旧型になってしまったんですけれども、そのフレアプロ3へと進化したポイントを補うべく、なんとフレアプロ2のユーザーが興味あるであろうフレアプロ3へのアップグレードキットを手に入れました。これね、フレアエスプレッソからフレア58プラス2を送ってもらえることになった時に、一緒に梱包して送ってよということで頼んで送ってもらいました。これについては、久しぶりにおじさんね、自腹を払ってます。このアップグレードキットについては。送料がね、フレア58プラス2と一緒の箱なので、送料分についてはおまけしてもらいましたけど、珍しくね、おじさんが自腹を切って、手に入れただけあって、いかにおじさんがね、このフレアプロ2を個人的に気に入ってるかっていうことだと思います。じゃあ早速ね、ちょっと開けてみましょう。まず中央の、シリンダー、ブリューヘッドっていうかね、チャンバー、シリンダー。新開発の予熱不要と言われている薄型チャンバーです。これね、おじさんが去年紹介したフレアネオフレックスの新しい予熱不能のチャンバーと同じような機構でかなり贅肉を削って作られた新型のシリンダーチャンバーになります。で、これがあれですね。フレア58プラスシリーズからついた可動式のショットミラーですね。磁石の。これと、これがプロ2のベースの部分に、このショットミラーを取り付けるためのスチールですよね。ステンレスかな？ステンレススチールかな？ベースがアルミなので、これをつけないとつかないので、これはショットミラーをつける。で、最後のこれが、シリコンのこういう、これ何に使うのっていうとですね、こういう温度調整式のドリップケトルあるじゃないですか。この温度調整式のドリップケトルにお湯を入れて、で沸かすときに蓋をしないで蓋の代わりにこれを置くんですよ。で、このシリンダーチャンバーを置くと。ちょっと角度がおかしいかな。そうすると、お湯を沸かしながら予熱をしてくれるっていう。そのために使います。だから、予熱不要のヘッドなんですけれども、しっかり予熱したいって、おじさんなんかは必ず予熱するんですけど、その時に、どうせお湯を沸かすので、お湯を沸かしながら予熱もできるっていうために使います。でこれを使うとしっかり予熱できるので、正直、そうね、フレア58シリーズと、そんなに余熱に関しては遜色なく、いくので、すごく便利です。
それじゃあ早速フレアプロ2をプロ3へとアップグレードしていきましょう。まず最初に、シリンダーを外して、そしたらプロ2のシリンダーから、よいしょ。よいしょ。ね。外れました。これね、乾いたまんまやると外れづらいので、ちょっと濡らした方がいいかもしれないですね。で、これを新しい方の、シリンダーチャンバーに移植します。で、入れるときはもうこれね、ある程度入れたら、プロ2に付属してくるこのね、ジムを使って押し込んでいけば、これで終了ですね。そしたら、ポルタフィルターセットして、本体にセットして、よいしょ。シリンダーの方は完成。次にショットミラーの方を設置していきます。まず最初に、シリコンオフで、ベースを設置する部分の油分をしっかり取ります。かなり強力な磁石を使っているので、両面テープを設置する場所をしっかり脱脂しないと接着が弱くなってしまう可能性が高いので、ベースを貼り付ける前にね、しっかり貼り付ける部分は脱脂してください。そうしたらこのベース部分の両面テープを取って設置部分に置いてください。ベース部分に設置したら終了です。これでおじさんのプロ2はプロ3へアップグレードが完了しました。ね、シリンダーと、ショットミラーがついただけでもね、かなり印象が変わりますよね。うん。利便性が随分高まったと思います。だから、日本でね、日本の販売代理店が、アップグレードキットを売るかどうかはちょっとわからないんですけれども、もし入手できるようであれば、今現在、プロ2をお使いの方は、プロ3へのアップグレードキットを検討されてもいいんじゃないかなと思います。最悪ね、ショットミラーだけでも追加するだけで、かなり使い勝手が良くなると思うので、ショットミラーだけでもね、検討された方がいいんじゃないかなと思います。でも、せっかくなんで、最後、エスプレッソを抽出して終わりたいと思います。そしたら、エスプレッソスケールをセットするんですけれども、その時におすすめなのが、この、プロ2、プロ3におじさん一押しおすすめなのは、このブークーのスマートスケールです。すごい小さいコンパクトサイズなんですけど、このブークーのスケールは、プロ2の土台にそのまま置くことができます。それだけじゃなくて、これね、おじさんもよく使ってるんですけど、皆さんもよく SNS なんかでね、コーヒー系のインフルエンサーが使ってるのを見たと思うことはあると思うんですけど、このクルーブのプロペルというエスプレッソグラス。これがプロ2にそのまま置くことができる。これはね、すごいんですよ。ちょっとクリアランス見てみますか。クルーブのプロペルそのまま置いてこれぐらいのクリアランスがあるって、ほんとね、プロ2、プロ3ユーザーにとっては画期的なスケールです。
で、これスマートスケールなんで、Bluetooth で専用アプリにもつながりますし、キャリブレーションもできるので、で、反応速度もね、ぶっちゃけアカイアのルナーと同じぐらいの反応速度なので、すごくおすすめです。抽出を開始します。まずは3バール。ゆっくりと9バールまで。圧力をできるだけ安定させるのがポイントです。36までいきます。はい。抽出が終わりました。それでは抽出が完了しました。抽出したエスプレッソはこんな感じです。プロ2、プロ2回プロ3ですけど、いい感じのエスプレッソですよね。いただきます。フレア58とは、ちょっとテイストは違いますけど、それでもかなり美味しいエスプレッソです。フレアプロ3アップグレードキット、いかがでしたでしょうか？フレアプロ3のね、購入を検討されている方も多いと思いますし、また、おじさんと同じように、フレアプロ2をもうすでにお持ちでお使いになっていて、フレアプロ3にね、進化したので、ちょっと進化したところがどうなのかっていうのが気になる方も多いと思うので、ちょっと動画として撮ってみました。で、おじさんが今使った限りでは、薄型のね、新型の薄型シリンダーの、効果っていうのは、おじさんしっかりね、予熱する方なので、プロ2の、肉圧のシリンダーでもしっかり予熱すれば同じかなって思うんですけれども、58プラス2で、これ便利だなって思った、ショットミラー、マグネットで付けるタイプのショットミラーですけれども、これはやっぱり便利です。プロ2に今取り付けて使ってみましたけど、もうすごく便利。これは最低限プロ2をお使いの方でも、このショットミラーだけでも追加して、なんて言うんだろう。プロ3じゃないけど、プロ2.5 みたいな、そんな感じで使ってもいいんじゃないかなと思います。ショットミラーは追加してもいいかな。で、日本でね、このキットが販売されるかどうかちょっとおじさんわからないのであれなんですけれど、この余熱用のこのシリコンの、似たようなものがね、なんかあれば、それを代用してシリコンので、余熱すれば、特に専用のこれを買う必要もないと思うので、これね、おじさんが、自腹で買ったやつなんで、忖度する必要ないんであれですけど、ただ便利ですよ。便利。これがダメだっていうわけじゃなくて、これはすごく便利。ただ、専用のが売ってなければ、代用品の何か似たような蛇腹のシリコンのやつがあれば、それを使って予熱すればいいっていうことだけなんで。それで、フレア58と、フレアプロ3ですか？今だったら。どちらを購入するか迷ってますなんていう方が、いると思うんですけれども、どっちがいいですかっていう質問には、おじさんは、予算で決めてくださいとお答えします。フレア58を買う予算があるんであれば、もちろん58の方がいいですし、予算がなければ、プロ3の方。ただ、プロ3でまともにエスプレッソの抽出をできないのであれば、もちろんフレア58では、エスプレッソをきちんと抽出できないので、それぐらいフレアプロ2、プロ3は難しいっていうわけじゃないけど、すごく本格的なんです。本当に本格的。フレア58と比べて、もし、劣っているっていう言い方が合うかどうかわからないですけど、
フレア58のよりの方が優れている部分っていうのは余熱の部分と、あとは準備と後片付けが楽だということですよ。圧倒的に。言ってみればそこの違いなので。まあ、あとは味わいは多少違うにしても、フレアプロ2、プロ3は本当に美味しいエスプレッソも出ますし、今日見ていただいた通り、ね、普通の家庭用のセミオートマシンよりは、しっかり出せれば、全然いいエスプレッソが出ますんで、勝負しても勝てると思います。うん。58と比べても、もしかしたらね、味わいの好みでこっちの方がいいっていう方もいるかもしれないし、それぐらいいいエスプレッソが出ますので、ね、おじさんが、58持ってるおじさんが58あるからメインで58使ってますけれども、それでも自腹でね、自腹切って、プロ3にアップグレードするぐらい気に入ってるマシンなので、本当にこれはいいマシンです。デザインもね、かっこいいですよ。うん。買ってから何年経つんだろう ?5 年ぐらい経つのかな。全然色あせてないです。おじさんも大好きです。だからそういうマシンなので、もしプロ2をお持ちの方、もしくはこれからプロ3を検討されている方いらっしゃれば、全然素晴らしいマシンだと思うので、ぜひ一緒にフレア使いの仲間になっていただけたらなと思います。で、今回の動画は以上です。後でね、しっかりとプロ2、プロ3についても使っているバリスタツールの説明とか、おいおいね、詳しくやっていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。また、フレアプロ2、あとプロ3、まあ、おじさんのはね、プロ2かいプロ3ですけれども、何かご質問等があれば、お気軽にコメント欄の方にお願いします。答えられる範囲でね、お答えさせていただきます。それでは今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。